なぜやるのかと、そのために何を達成するのか、とにかくその目的と目標をちゃんと策定しましょうと。とにかくスポーツ参考にしましょうと。スポーツ漫画。社長がアップルさんを立ち上げられた時にどういうふうに組織作りだったりとかチーム作りをされたのか聞いてみたいんですけど、どうでしょうか。会社作った時は正直目標ってなかったですし、目標は、要は自分の家族を養うために稼ぐっていう目標だったので、会社としてはなかったんですよね。でも自分でリーダーシップ発揮してるうちは、勝手にやっぱまとまって進むんですよ。だからすごいシンプルに言っても10人とか能力高い人だと30人とかぐらいだったら、自分のこれを達成するんだとか、こういう業績出すんだっていう強烈なリーダーシップでうまくいくとは思いますと。でこの先があって、多分それなりに規模が大きくなったりとか、もしくはやっぱ時間がちょっと長くなってくると、自分だけじゃなくて周りも含めた目的とか目標をちゃんと設定していく必要があると。会社の中でも言うのは、とにかくその目的と目標をちゃんと策定しましょうと。会社としてもそうですし、それぞれのチームとしてもそうですよね。目的っていうのはやっぱりよく言うホワイじゃないですけど、なぜやるのかということをやっぱ明確にする。こういう世界を作りたいからとか、こういう会社を作りたいからとか、何でもいいんですけど、で目標はやっぱり What で、そのために何を達成するのかという感じですよね。例えばイメージで言うと、年間いくらという売り上げを上げることです。でなぜそれをやるのかっていうと、その目標を達成することによってみんなが昇進とか収入でもリターン返ってきて、それをもとにより世界が広げられるからとか、もっと成長できるチャンスがあるからとか、もっといいチーム作れるんじゃないかとか、この2つはやっぱセットでないと、ただ売り上げを出すって言っても、売り上げ出したから何みたいな。だからこれが長期間とか人数多くなってくると引っ張れなくなってくるんで、やっぱちゃんと何のためにやるのかっていう目的もセットで本来必要ですねと。これがもう大前提ですよね。なので目的と目標を策定して、であとは本当に自分ごと、できるだけチームのメンバーが一人でも多くそれを自分ごと、自分の目標として置き換える、チームとしての共通目標とか自分にとっての目標でもあるという自分ごとにするっていうレベルが関わってきて、いいチームとか強いチームのやっぱレベルになってくるということだと思うんですよね。目標の設定をするときにどういう目的、目標の設定の仕方をしたらいいのかっていうのは教えてもらってもいいですか。ワクワクちょっと楽しくなったりとか、モチベーションが上がるような目標がいいですよね。例えば今回結果1億だったから次は1億500万目標にしましょうって言われても別にワクワクしないし、そうですね、普通にやってりゃ行くのかなみたいなってなりますけど、じゃあそれを1億5000万にしようって言った時に 1.5 倍と、どうやったら達成できるんだって前提から考えるじゃないですか。でも逆に 1.5 億達成できたら俺らすごくないとか、なんなら2億達成できたら俺らすごいじゃんと、これ達成できたらワクワクしないかなと。やっぱこういう定性的ですけど、やっぱ感情を動かすものは一つ重要だと思うのと、あと時間軸、なるべく長い方がいいですよね。1年とか3年とかにまた逆算してやればいいですけど、なのでできる限り高く、できる限り長く、まず一旦考えてみてから今とのギャップに置き換えてみて、じゃあ1年間でこのギャップどれぐらい埋められるかっていうのを計算して、じゃあ1年後この目標にしようと、これは3年後にこの壮大な目標を達成するための1年後の目標だという感じでセッティングしていけばいいのかなと思ってますね。あともう一つ目的、目標もそうなんですけども、今私の下にいる、部下2名がとても優秀な部下なんですけども、ちょっと仲が良くないんですけど、そういった場合ってどう対処したらいいですか。よくある話ですね。はい、僕いつも思うんですけど、人間なんで当然それは発生する可能性があるんですけど、それもさっきの話に関わりますけど、個人がを主張するんだったら喧嘩しますよねと。でもチームとしての目的目標達成のためだったら多分協力し合いますよね、最終最後はと。喧嘩しても別にしょうがないしいいとは思ってるんですけど、その喧嘩って何のためにやってるんですかって、自分のためにやってるんでしょうかと。例えば自分の成果を出すため、自分だけの成果を出すため、自分の考えを貫き通すため、とにかく自分、これをあんまり通しすぎる喧嘩は、じゃあ自分で会社やったらいいんじゃないのってやっぱなりますよね。チームでやる必要ないじゃんと。でもチームとしてこの目的目標を達成するための意見の衝突が、例えば A さんは
1って言ってて B さんは2って言ってますと。でも双方がチームとしての目的目標に最も近づくための案としてそれぞれ出してますと。でも本当にその思い持ってたら1のいいところと2のいいところを抜いて1プラス2で3っていう提案に最後なると思うんですよ。チームのためを考えていたら。でも自分のためだけ考えてたらそうならないんですよ。1か2になるんですよ。だから喧嘩はしてもいいけど何のために喧嘩してるんですかっていうのをいつも問いかけますよね。自分の考え貫き通したいからとか、あいつよりも俺の方が優秀だってことを証明したいからみたいな感じだったらくだらないとは言っちゃいますけどね。お互い意見が分かれたとしても、それを融合してうまい形で結果をつなげられるのがやっぱりすごくいいチームであって、逆に矢印が全部自分の方にみんな向いてしまっているチームはなかなか目的目標を達成できないし、チームとしても強いチームにはなっていかないっていうような感じ。だからそもそも何のために喧嘩してますかってだから聞くわけですよ。会社のためにとかってみんな言いますけど、本当ってじゃああなたがもし第三者で社長だったらとか管理者だったら客観的に今あなたたちの状況を見てどう思うか、どうなるのが理想だと思うのみたいな。アップルさんはチーム部下というか組織づくりという面で言った時にゴン社長が意識されていることとかありますか？そうですね。なんかうちに限ったことじゃないと思うんですけど、結局なんか論理的にいろいろ言ってもなかなか分からないんですよみんな。なんで僕はいつも思うのは、お前スポーツ何が好きだと、何やってたって聞いて、例えばじゃあ野球って言われるじゃないですか。ルーキーズ知ってるかと、知ってますと、チーム作りの理想プロセスはあれだと、以上だからスポーツとか、一番言うのはスポーツ漫画を想像したら簡単だろうと。チームスポーツだったらチームでやるじゃないですか。よく言うのがだからサッカーとかでもね、クリスティアーノ・ロナウドが11人いたらそれは強いチームなのかって絶対そうじゃないんですよ。俺がっつってたらみんなゴール決めに行くんですよね、ゴールキーパーまでも。それよりもやっぱ役割分担がちゃんとされていて、それぞれの役割の優秀な人を集めて、でさらにチームワークがいいチームが強いわけじゃないですか。会社も同じだと。チームになったら全部同じだと。スポーツが一番分かりやすいと。どういうチームが強いのかの参考にしかならないと。で、いや僕はチームスポーツ苦手なんで個人スポーツしかやってこなかったんですよねって言うんですけど、個人スポーツも究極極め出したらチームですよって言うんですね。競技は一人でしてるかもしれないけれども、周りにサポートしてるスタッフとかいますよねって言うんですよ。それも合わせてチームですよと。それは競技が一人なだけですと。じゃあ例えばボクシングですと。プレイヤーがフォーカスされますけど、本当に世界で一流優秀なとかそれなりに強い人は必ずサポートいますよね。セコンドスタッフとか、それこそトレーナーとか、全部チームなんですよ。結局一人で言ったらやることたかが知れてるんですと。とにかくスポーツ参考にしましょうと。スポーツ漫画、サッカーだったらキャプテン翼とか年代的に出ちゃうけど、シュートとかバスケだったらスラムダンクとか、全部チーム作りですよ。チームがどうしたったら強くなっていくかが全部ストーリー書かれてるじゃないですか。あれを見て勉強して誰かだと思ってやると、それが全部演じられればできますよと。でいつも言いますよね。大前提がチームとしての目的と目標をちゃんと設定して、一人一人浸透レベルを上げていくことがイコールチームのレベルだと。2つ目がやっぱスポーツとかスポーツ漫画とかになぞらえて考えてみる、やってみる。これが実直にできたらいいチーム作れますよっていつも言ってますけどね。と言いながら僕が参考にしてるのはほぼキングダムです。キングダムどのあたりを参考にされるんですか？いやあれはもう本当にね、孫さんも言ってますけど、やっぱ経営とか組織づくりの教科書ですよね。全部物事をこう置き換えて考えてみると、本当に勉強になるなと思います。この動画では現場の様子、イベント、研修、そしてビジネスに役立ちそうな知識とか、いろんな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画もぜひいいねをよろしくお願いいたします。Apple では共に働く仲間をぜひ募集しておりますので、ぜひ興味持たれたらご連絡をよろしくお願いいたします。